皆さんこんにちは、ケニーです。今回も e フットボールの戦術的解説をお届けします。この動画ではポジショナル3421をテーマに解説していきます。これまで当チャンネルでは動的ポジショナルなどポジショナルプレーをベースにしながらもそこに変化を加えた戦術を紹介してきました。ただ今回は一度原点に帰り、ピッチを広く使い各選手が固定的なタスクを担う純粋なポジショナルプレーを解説していきます。このテーマを扱う理由は戦術のアップデートにあります。現在の環境は守備ブロックがよりコンパクトになり、中央からの攻撃が難しい一方で、ブロックが圧縮された分、サイドにスペースが生まれやすくなっています。つまり、ピッチを広く使いながらサイドを起点に攻撃を組み立てるポジショナルプレーがより機能しやすい環境と言えます。さらに、ドリブルにおいても1対1の局面で相手を剥がしやすくなっています。これによって複雑な可変を使わなくても固定的なタスクの中で十分に相手の守備を崩すことが可能です。また、するべきプレーがシンプルで再現性が高く扱いやすいのも大きなメリットです。今の環境にマッチした戦術になっているので、ぜひ最後までご視聴ください。では、今回のスカットを紹介していきます。チームスタイルはポゼッションです。まずセンターフォワードについて、このポジションにはラインブレイカーを起用します。現環境でも得点を取る役割に最もマッチしたプレースタイルで、裏への抜け出しによってシンプルにゴールを狙うことができます。また、今回はクロスを多用する戦術ではないため、自分が使いやすいラインブレイカーを選べば問題ありません。次に OMF。このポジションには2列目からの飛び出しの選手を起用します。ライン間でボールを受け、ラストパスを供給する役割を担うため、パス数値の高い選手を選ぶことが重要です。次に DMF について、ここは片方にアンカー、もう片方にアンカー以外のプレースタイルを配置します。この組み合わせによって中盤のポジショニングに段差を作り、攻守両面で安定した構造を保つことができます。続いてウィングバック。ここには選手指示でラインダウンを設定し、守備時は541のブロックを作ります。また、今の環境の1対1の守備ではフィジカルコンタクトが重要になるので、目安として80以上ある選手が理想です。最後にセンターバックについて。この戦術では特に両端のセンターバックが重要になります。ビルドアップ時にドリブルでボールを運ぶ場面が多くなるため、守備能力だけでなく、ある程度のドリブル性能も求められます。目安としてはドリブル系の数値が70以上ある選手が理想です。以上が今回のスカット紹介です。続いてこれらの選手がどのように機能するのか、試合でのプレーを解説していきます。まず解説するのがセンターバックのドリブルです。今回の戦術において最初の重要なポイントになります。3421は中盤でプレーする選手が4人とやや人数が少ない構造になっています。一方で最終ラインにはセンターバックが3人いるため、この1列後ろのゾーンでは数的優位が生まれやすくなります。これを活かすために重要になるのがセンターバックが自らボールを運ぶプレーです。単にパスを回すだけでなく、ドリブルで前に運ぶことで相手の守備を引き出し、中盤のスペースを作ることができます。そのために相手との駆け引きが重要になります。この場面、右のセンターバックでボールを持ち、体の向きによって中央へのパスを相手に予想させます。相手はそのパスを防ぐためにプレスに来ますが、その逆をついて縦にドリブルで運びます。このようにドリブルが強化された現環境では、体の向きによって相手を騙すドリブルが可能です。また、この場面では逆に外へのパスコースを見せることで相手を動かします。先ほどと同様に相手が騙されたので内へ切り返しますが、今度は相手がその動きに対応していることがわかると思います。そこで再び外にドリブルします。この2度の駆け引きによって相手のプレスを回避し、縦パスを通すことができました。このように体の向きで相手を動かしながらドリブルすることで数的優位をより効果的に活かすことができます。今回の戦術ではこのセンターバックの運びが攻撃の起点になります。
次にボール保持の局面を見ていきます。ここでも3241というフォーメーションの特性を考えることが重要です。ポイントは相手を押し込みすぎないことです。相手を押し込むことはボール保持を安定させる上で重要ですが、同時に攻撃のためのスペースが失われてしまうという側面もあります。このような局面を打開するには人数をかけて攻撃する必要がありますが、先ほども触れたように3241は中盤でプレーする選手が4人しかいません。そのため相手を深くまで押し込んで厚みのある攻撃をするには不向きであると言えます。そこでここでもやはり一列後ろのゾーンでの数的優位を活かします。ファイナルサードではなくミドルサードでボールを持ち続けるイメージでセンターバックへのバックパスを使いながら相手を引き出します。この場面、本来であればドリブルを仕掛ける状況ですが、あえてセンターバックまでボールを下げます。このプレーにより相手の選手が引き出されたことでスペースが生まれ得点につながります。この場面も同様です。ポケットへ走る OMF にパスを出してもいい状況ですが、あえてセンターバックまで戻します。そして相手を引き出したことで OMF がライン間でフリーになる状況を作ることができています。このように3241では相手を深くまで押し込むのではなく、ミドルサードでのボール保持により相手を引き出すプレーが重要になります。実際、この後紹介する得点シーンもほとんどがミドルサードで起点を作っているので、そのあたりにもぜひ注目してみてください。最後にフィニッシュの局面を解説します。ここに関してはこれまでのような新しいプレーは必要ありません。ここまで解説してきたようにセンターバックのドリブルやミドルサードでのボール保持によって相手を引き出しスペースを作ることができていれば最後はシンプルに仕留めるだけです。具体的にはラインブレイカーの動き出しに対してスルーパスを合わせる形になります。人数をかけないシンプルなフィニッシュが今回の戦術のポイントです。
また、ラインブレイカーの動きに合わせるのが難しい場合は、レイオフが有効です。一度センターフォワードにパスを出し、それをワンタッチで落とすことで、相手センターバックを引き出し、裏への動き出しが生まれやすくなります。No time for daydreams. All my brothers get money, we call it gangrene. Just another day, but our focus still on the same thing. 今回のポジショナル3421は、ピッチを広く使い、固定的なタスクの中で相手を崩していく戦術です。センターバックのドリブルで前進し、ミドルサードで相手を引き出してスペースを作る。そして最後はラインブレイカーの動き出しに合わせてフィニッシュまで持っていきます。シンプルな構造ながら配置と役割を整理することで再現性の高い攻撃ができるのがこの戦術の大きな魅力です。今の環境にも非常にマッチしている形なので、ぜひこの動画を参考に試してみてください。では今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。当チャンネルでは今後も戦術系の動画や現実のチームの再現動画を投稿していきます。興味があったり参考になった方はチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。